金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー、いただきました海鮮ボックスっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。いただいた海鮮ボックス。っていうことでね、こちらですね、僕の事務所の方に連絡いただきまして、信じられないほど大物の1キロのキンキが水揚げされましたと。ここまで大きいキンキは長年漁師してますけど、見たことないと。ぜひ気まぐれクックさんの動画でさばいてくださいということでいただきました。丸野の水産からいただきました。ありがとうございます。これキンキの他にいろいろこう魚を入れてくださったらしくて、海鮮ボックスを作ってくれました。なので今日はこちらの海鮮ボックス開けていきたいと思います。ドデカキンキは確定で1匹入ってますよ。あとは何が出てくるかですね。こういうね、開封系はほんと好き。楽しみですね。じゃあ開けますよ。せーの。よっ。うおー、すっげえ。何これ。ちょっと待って、いろいろと言いたいことがある。すっごっ。これマジか。これはすごすぎる。まずキンキのものがめちゃくちゃいいわ。しかも多分こいつだろうな。一匹でかいやつ。これちょっと一個ずつ紹介していきますね。まずこちらがまずキンキですね。鮮度がいいキンキだな。これがだいたい 500g ぐらいかな。これ1匹で、これめちゃくちゃいいキンキ。脂ある。こいつすごいよ。この体高とね、この鱗越しで白いじゃないですか。このキンキとこのキンキ見た時にこっちの方がこう白っぽくてこう脂があって体高がありますよね。もちろんこっちのキンキもね、ものすごくいいんですよ。いいんですけど、こいつがやばい。こんないいキンキ本当に売ってないんですよ。市場行ってもまあ見ないですね。すげえわ。で、これが2匹と、で、こいつだな。これが1キロアップだな。でっかー。確かに1キロぐらいはありそうですね。いただいた画像だとこういう風に1キロ超えてるんですよね。まあ、多分ちょっと時間が経って血とかが抜けたりだとかして、980g ぐらいにはなってると思うんですけど、でもむちゃくちゃでかいですね。半端じゃないでかさです。これ買うと いくらだろうこれ。でもスイッチ1台分ぐらいですよ。魚で。まずキンキが3尾と、ほんでね、僕がびっくりしたのが、これモサエビ？何このエビ？モサってこんな大きくなるっけ？こんな大きいの初めて見たな。モサエビとか、あとガサエビとも言うのかな。でっかいガサエビですね。これが、1、2、3、4、5、6匹入ってますね。ガサが6匹。で、これがつぶ貝系ですね。エゾバイ貝ですかね。エゾバイが1個。で、こちらが、これがね、青ソイですね。北の方の魚ですね。ソイが1匹。ちょっと黄色っぽい感じのね、ソイでございます。で、これが特ビレ。八角とも言いますね。これね、美味しい魚なんですよね。ほら、ヒレが大きくて。美味しそうです。で、これが、カレイとかヒラメに見えるんですけど、こいつはオヒョウかな。オヒョウですね。めちゃくちゃでかくなる魚ですよ。海外ではね、ハリバットって言って、人気の釣りのターゲットの一つですね。ラインナップはこんな感じでしたね。すごいラインナップです。そうしたら今日はこちらのお魚たちを使って、一夜干しを作って、炭火で焼いて食べていきましょうか。うまいだろうな。で、全部やるととんでもない尺になるんで、今日はこちらの大きい巨大キンキ1尾と、で、特ビレも絶対うまいんです。特ビレと、エゾバイ貝。これもちょっと干物にしてみますか。貝の干物。ちょっと面白いじゃないですか。青ゾイはまあ今日はいいや。で、ガサエビ。これね、どうだろう。鮮度的にどうかな。ちょっとこの子は刺身で今からペロッと食べてみます。で、このキンキはね、妻と食べます。で、ハリバットちゃん。これも、片身だけ抜いて、一夜干しにしてみようかな。よし、そういう感じのラインナップでいきたいと思います。そしたらまずこちらのハリバット。おひょうですね。ハリバットちゃんからサクッとさばいていきましょう。今日は多いんでね、サクサクっといきますね。まずは、鱗取っていきます。でこの魚はね、ちょっと独特な香りがあるんですよね。ちょっと油っぽい匂いというかね、そういう香りがあります。でもすごくうまいんですよ。実は。ふわっふわでね、以前ムニエルにした時に本当に美味しくてびっくりした魚ですね。よし、こんな感じ。そしたらまず頭取っていきましょう。お、鮮度いいな。身がものすごくいい。これ多分神経締めしてくれてありますね。めちゃくちゃ物がいいわ。ほら、内臓もすごく綺麗だし、腹も溶けてなくてすごく綺麗ですね。処理がすごくいい。で、血綿を外して、そしたら下ろしていきます。尻尾に V の字を入れて、よいしょ。そしたら真ん中に1本スーッと入れます。
そしたら剥がしていきます。ピュッと。はい、大節が取れました。これね、刺身でもいけるよ、この鮮度は。ものすごくいいです。で、こっち側もおろしちゃいましょうか。で、おひょうって大きい魚なんですけど、意外と骨が柔らかいんですよね。めちゃくちゃさばきやすいんですよね。どうなんだろう、北海道行けばこいつ釣れるんかな。これもね、人生で1回は釣ってみたい魚なんですよね。僕の人生で釣ってみたい魚は1つ。まずクロマグロですね、本マグロ。それと、あとこいつ、おひょう。ほんで、あとね、カジキも釣ってみたいんですよ。で、あと、ノドグロ。あと、キンキ。そして、クエ。ここも釣ってみたいな。どんどんね、更新中ですけど、釣りに来てえな。はい、おろせました。そしたら今日干物なんで、あんまり熱すぎてもダメだと思うんで、ただもうこのぐらいにしときましょうか。ちょっと薄いか。こんなもんかな。このぐらいの切り身にしていきます。はい、こんな感じ。次こちら、特ビレちゃんいきましょうか。こいつはね、トゲトゲなんですよ。なんで軍手しましょうか。で、特ビレっていう魚は、めちゃくちゃ硬い殻に覆われてますね。で、このまま開いて干物にしてもいいんですけど、今日は剥いちゃいます。で、この皮剥き方があって、まずこのヒレですね。ヒレの下から包丁を入れます。この時のポイントが、ちょっとこう身も一緒に剥ぐ感じ。皮というか、身というか、こういう感じですね。ギコ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 と。で、ここの辺までいったら、ピッと。こんな感じですね。で、裏めくって、裏の方も一緒ですね。ヒレの下から包丁を入れて、で、その時に少しだけ肉も一緒に。で、ギコギコと。でね、この時手気をつけてくださいね。で、やっぱりレバー使った方がいいですね。めちゃくちゃね、硬いんで。内臓出てきましたね。ちょっと内臓一回洗います。そしたらこっち側とこっち側、包丁が入りましたら、そして頭を落として、で、ここの取っかかりから皮を持って、めくっちゃう。ピロピロピロっと。めちゃくちゃ綺麗に剥がれるんですよ。で、ここら辺ちょっと残っちゃったりしますんで、そういう時は、さらにね、こうやって削って、上と下。で、めくっていくと。はい、こんな感じ。これでとても食べやすい状態になりましたね。そしたら、あとは、ちょっとお腹を掃除して、血綿をかいて、尻尾邪魔だったら、切っちゃう。で、このまま一夜干しにすれば、美味しい八角の一夜干しの完成ですね。こっちもやってみましょうか。なんか、えらく鮮度がいいなと思ったら、ちゃんとね、こう締めてくれてあるんですね。丸野の水産さん、すごく処理がいいですね。で、この段階でもう、取っちゃった方がいいな。ここでこういう風に、削いじゃってから剥いた方がやりやすいな。一気にペロッとめくれると思います。あ、やっぱ尻尾の方ちょっと残っちゃいますね。こうやっても。でもね、めっちゃ気持ちいいんですよ。ピロ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 。特ビレ見かけた際はちょっとさばいてみてください。すごく気持ちいいです。はい、こんな感じで OK ですね。次、キンキちゃんいきましょう。ビッグキンキ。1キロのキンキです。こんなキンキが食べれる日が来るとはな。本当に珍しいですね、このサイズは。僕もこれに近いサイズは数回しか見たことないですね。漁師さんがなかなか取れないっていうぐらいだから、本当に取れないんでしょうね。よし、OK。そしたらこいつ切り身にするのもったいないと思うんですよね。せっかくだったら1枚でドーンと焼きたいので、頭割りの背開きでいきますか。まずはエラ抜いて、おお、内臓もめちゃくちゃ綺麗ですね。これ胃袋。そしたらこのまま割っちゃいましょう。で、そのままずーっと背中に入れて、油すごっ。キラ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 してますね。バキッと。
さあこういう感じで開き終わりまして、ここ貫通させないようにね。はい、こんな感じ。肝がうまそう。これが肝ですか。うーわ、でっか。ちょっとしたあん肝ぐらいのサイズありますよ、この肝の大きさは。すごく肝が綺麗。ほんと取れてすぐに神経締めして送ってくれたんでしょうね。ほら、プリプリ。これはね、家帰って煮つけて食べたいと思います。で、これが内臓脂肪ですね。油あるね。で、ちょっとお腹掃除します。やべ。あ、やば。ちょっと事件。洗ってたら閉めた後からバキャッと取れちゃった。うわー、悲しい。めっちゃ悲しいわ。くっつけたい。くそー。強くやりすぎた。時間よ、戻ってくれ。ごめんなさい。やっちゃった。許してください。焼き上がった時きれいにこうくっつけますんで。次、最後倍貝ですね。刺しでもいけると思うんですけど、ちょっと今日は1個だけなんで一夜干しで。もうね、倍貝系はこうやって割っちゃうのが一番早いんで、蓋を取って、でもヒレヒレを取っちゃって、そしたら油を取っちゃいます。このもっこりしてるところに油と唾液腺入ってますんで、これを取っちゃうと。で、ここも開いて、お寿司屋さんとかで見たことないですか？倍貝のお寿司とかでこの形、こうやってさばくんですよ。ちょっとお寿司にするのにはね、サイズが大きいですけど、こんな感じですね。はい、ではこのようにさばき終わりましたら、こちらに塩味をつけていきます。で、普通に塩漬けして塩味つけても面白くないんで、今日こちら羅臼産の昆布、この昆布も入れて、昆布のうまみも塩と一緒に入れちゃおうぜという作戦でやっていきたいと思います。超最高級の昆布です。それ昆布をこうやって切れ込みを入れて出汁が出やすくします。キリキリと。そしたらここに軟水を入れていきます。お水もね、軟水の方が出汁が出やすいんですよね。で、確かに軟水を使って出汁を取るとすごく美味しい気がするんですよ。水って大事なんですよね。なので今日は軟水を贅沢に使っていきます。そしたらここにお塩を入れます。お塩もそんなに強くは入れません。海水より気持ち弱めで。OK。完璧です。で、そこにキンキ、ドカーンと。そして八角。そしておひょう。貝。よし、これで冷蔵庫で一晩つけていきたいと思います。おっと、その前に、この子忘れてましたね、エビちゃん。どうだろうな、鮮度的に。エビってね、割と鮮度が落ちやすいんで、刺身でいけるか微妙ですけど、ちょっと剥いてみましょうか。あ、いけそうですね。ちょっと食べてみよう。せっかくなんでね。ガサエビ、どうでしょうか。こんな感じですね。ちょっと醤油をつけて、よっと。よいしょ、OK。ではでは、いただきます。うまこのエビ。これやばっ。最高じゃん。甘みがめちゃくちゃ強い。これ多分こんな大きいやつね、そんな取れないと思うんですよ。ほんと見たことない。こいつ標本にしてもかっこいいエビですね。これは晩酌でいただきますね。とりあえず1日後に移動。はい、1日経過しまして、冷蔵庫の奥でね、キンキンにやっといたら氷張っちゃってますね。1度から0度の間ですごくキンキンに冷やせれたんだなっていう証拠ですね。ちょっと塩水が入ってるんでね、凍っちゃったんでしょうね。さてどうだろう。おー、いい感じに塩が入ってますよ。昆布の旨味も入ってますね。そしたらこれ水気切っていきます。まずはざるにあげて、ざっくりとした水分を外していくと。何気にこの倍貝の干物がすごく楽しみです。で、八角と。で、おひょうですね。よし。ちょっと置いときます。よし、そしたらペーパーに乗っけて水気を切っていきます。しっかりめにね、水気を切っていくと。ここでしっかりもう絞るぐらいの感じで水を取っていくと。もう塩と昆布の旨味が入ってますんでね。もうまだ血が出てきましたね。血もまだ鮮血で、本当に鮮度がいい八角ですね。
そしたら外で干してもいいんですけど、今ちょっと雨降ってるし、夏場はね、あんまりね、干物に向いてないんですよ。虫も寄ってきますし、ちょっと気温があったかいんでね、上手にいかないと腐ってしまいますんで。なんで、ピチッとシート、脱水シートですね。これにくるんで、一夜干しを作っていきます。ピチッとシートがない場合は、ザルかなんかに置いて、冷蔵庫の冷風にずっと当てといても一夜干しにできますんでね。でも結構冷蔵庫に匂いがついちゃうんで、僕はこういうピチッとシートおすすめします。ちょっと高いけどね。冷蔵庫で一夜干しを作る際はこれが一番いいんじゃないかなと思いますよ。よし、こんな感じ。そうするとこの魔法のシートが魚の余計な水分だけを抜いてくれます。で、シートの上からこうやってラップもしちゃう。ピチッとシートが剥がれないようにね、キュッとしていきます。よし、これで完璧。これで1日2日脱水すれば完成ですね。残りも一緒ですね。おひょう、そしてつぶ貝。水気をできるだけしっかり取ると。巨大キンキ。うわー、本当にここで切れちゃったのがね、残念。で、中ぐらいのキンキはこういう風に煮付けにしました。うまかったなー。マジで最高でしたね。そしたらドンと、乗ったな。よかった。でかすぎて乗るか心配でしたけどね。で、上からもプレスと。よし、これで冷蔵庫で1日寝かしたいと思います。はい、というわけでじゃん、一夜干し完成しました。おひょうと粒と八角は一夜干しで OK だったんですけど、この巨大キンキはでかすぎて2夜いきました。というわけで焼いていきましょうか。もちろん炭火焼きでいきますよ。いい感じに仕上がっておりますね。まずは巨大キンキ、うまそうですね。海の魚は身の方から焼いていくと。よっとドカンと。で、八角も焼いていきましょうか。ポンポンと。で、貝はこっちの弱火のところで焼いていきます。で、おひょうも弱火で焼いていきます。これおひょうがね、意外にもすごくうまそうなんですよ。割とおひょうの干物いいかも。ではでは、ゆっくり焼いていきますね。うわ、いい匂いが立ち込めてきた。しゃ、いい感じでございますね。いやー、風が気持ちいいな。もう真夏のカンカン照りはなくなりましたね。バーベキューはね、この秋にあるのが一番好きなんですよ。暑すぎず寒すぎず、そして美味しい食材もいっぱいあるんでね。これちょっとキンキが難しいな。キンキね、もしかしたら頭取れちゃうかもしれません。八角はね、すごいいい感じに焼けておりますよ。うわ、貝がうまそう。ほら、おひょうもプリプリだ。で、これ聞こえますか、この油がジュージューと下に落ちる音。さて、じゃあもう貝はいい感じですね。貝汁がいっぱい出てきていい感じですね。八角もね、もういい感じですよ。ちょっとキンキをそろそろひっくり返したいですね。せーの下手くそ。せーのよっ、あぶね。オッケーオッケー。お、いい感じ。よし、貝はもういい感じですね。よし、八角はいい感じですね。よし、じゃあキンキがいい感じなんでそろそろ揚げていきましょうか。難しいな。一旦この上に乗せますか。いきます。せーの。無理だ。いや、いけた。いけた。でもこれできれば赤い方乗せたいんだよな。起きた。よっしゃ。これであとはここに乗せるだけで
よし、できた。オッケー。はい、こちら北海海鮮ボックスから出てきた魚介類で作った一夜干しの炭火焼きの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました、北海の一夜干しセット。もうこの段階からめちゃくちゃいい香りがしますね。うまそうだな。食べましょう。まずはこのあっさりしたバイ貝からいきましょうか。バイ貝の一夜干しって初めてですね。いただきます。意外と柔らかい。うまい。うわ、これね、口の中にいる滞在時間が長ければ長いほどうまい。噛めば噛むほど美味しいってことですね。いい甘みだな。癖がなくてすごく美味しい。食感はイカみたいな感じ。つぶ貝とかバイ貝って生の状態だとコリコリして美味しいんですけど、焼いたら焼いたでまたもちもちでね、美味しいです。これありですね。塩気もね、ちょうどいいです。じゃあ次こちら。意外とこれめっちゃ期待してます。大きかったね、カレーの化け物みたいなやつ。おひょう。いただきます。あんまりだな。まずくはないんだけど、これは淡白だ。でも油はあるな。噛んでいくうちに美味しいな。でもこの魚は西京焼きとかの方が美味しいですね。ちょっとしっかり味をね、乗せてあげた方が美味しいのかなと思いました。じゃあ次、油物ゾーン行きましょう。八角とキンキ。八角、正式名称特ビレっていうんですか。あんな見た目の魚だったんですけど、むき身にして一夜干しにしたらこんな綺麗な棒状になるんですね。でこれすごいんですよ、この油が。なので油が強いものには僕はね、柑橘を絞って食べたいんですよ。ジューっとね。ではここら辺いきますか。わあ、いい感じに火も通っておりますね。いただきます。うわ、うめえ、うんまっ。今日で確信した。八角はめちゃくちゃうまい魚。見た目からは想像できない味ですよ。これ食べたことない人、八角一回食べてみてびっくりすると思うよ。油ギトギトなんですけど、くどくないんだこれが。いい魚の油って感じですね。何食べて育ってんだろう、八角って。ちょっと調べよう。八角はね、海底にいるゴカイとかそういうものを食べてるんですって。ゴカイとかエビとかですね。フィッシュイーターなのかな。魚も食べそうだけどな。ゴカイとかエビだけ食べててこんないい油乗りますかねっていうぐらい油乗ってます。お次、キンキちゃん。ここ行きますか。魚の焼きはね、ここが一番うまいですからね。今見ました？全部肉汁です、今の。いやー、やっぱ1キロ超えのキンキはすごいね。こちら、いただきます。うわー、これ肉ですね。魚の皮かぶったサーロインです。油がうまいね。キンキさんよ。キンキは煮付けが最強だと思ってましたけど、こうやって焼きでさっぱり食べるのもまたいいですね。でね、ここにね、ほっぺたがあるんですよ。ほほ肉。ピロッと。ほら、出てきました。こんなに綺麗な。ここがまた美味しいんですよね。いただきます。うまっ。ほほ肉が一番うまいかもしれん。この身質がすごくしっかりしてて、うまい。脂がすごい魚は、ほほ肉までしっかり脂持ってますんで、最高です。はい、ということで今日はこちらの北海セットの一夜干しときましたら、お飲み物、こちらやっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。この油ぎっしゅな口の中に、このシュワシュワの銀色で流し込んでいく。はい、では7対3ですね。いただきます。うめえ！めっちゃすっきりした。で、すっきりしたとこにまたこの油を入れていくと。
最高だね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は北海セットの海鮮ボックスから出てきた極上のお魚たちを使って一夜干し作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったですね。めっちゃくちゃに。で、今までにない感じの海鮮ボックスでしたね。すごく楽しかったです。もうザ・北海道のいいもの詰め込みましたっていう海鮮ボックスでした。にしてもキンキはでかかったですね。あんなキンキはね、そう取れんよ。いやー、海鮮ボックスはやはり面白いですね。また何かいい海鮮ボックスがありましたら紹介させていただきたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。